こんにちは。今日も元気に姫路城もえりんです。はい、というわけでやってきました UberEats 企画。ついに来ましたよ、この時が。私のインスタとかを見てくださってる方は多分知ってると思うんですけど、自炊はもちろんしなくて、外食もあんまり最近しないようになりました。ただただ家から出るのがめんどくさいそれだけ。最近コンビニすら行くのもめんどくさくなってしまったんですよ。ちょっと前はさ、なんか結構深夜に牛丼が食べたいとか、あとポテチが食べたいとか、ジャンキーなものを求めてコンビニに行ったりとか結構あったんですけど、なんか最近幸いそれはなくなった幸いなのか。その代わり UberEats が爆増えしました。ということで今日は UberEats 食べ放題インスタの質問募集を添えますかそれをやりながら食べていきましょう。注文をしていきましょう。なんかもうちょいってしたものをなんかちょんちょんってつまみながら食べていきたいマックダブルチーズバーガーセット、めっちゃ美味しそう。最高。めっちゃ唇めっちゃ口紅ついてもた。来ました。多分マックです。マック来ました。いい匂い。ポテトビッグマック、違う、ダブルチーズバーガー。いただきます。あかん、これ止まらへんやつや鼻水出たわそしたらインスタの質問でも読んでいきますか。パッと見た感じ好きな人はいますかとか、そういう系、恋愛系が多いんかな。好きな人はいません彼氏もいないし、結婚願望もありません。いや、結婚願望については、子供は欲しい。なんて言ったらいいかな、一般的な普通の家族を見せてあげたいなとかって思うから結婚したいはしたいんやけど、結婚したい、旦那さんが欲しいとか、そういう気持ちがもう全く持ってなくって、あとね、私はもう自分で思ってるんですけど、恋愛不適合者なんですよ。今のこの自分の状態で誰かと付き合っても、なんかその人の時間を奪ってしまうっていうかさ、そうやっぱりさ、誰かと付き合ったり誰かと結婚することってさ、その人のその好きっていう感情とか、あとは他にも嫉妬っていう感情とか、結構人間の心を動かすものだと思ってて、そんな責任の伴うことをうちはまだできへんと思ってしまうんですよね。こんな重く考えてるのもちょっとそれも問題はあるんやろうけどさね。だから結婚とか恋愛とかそっちに目がいかないですちょっと見てください皆さん。こんなUberEats でこれだけお待たせしましたって言って、贅沢なUberEatsの使い方ですね。自分のしたいことが分かりません。もえりんちゃんはどうやって今の職業を決めましたか？小学校 5,6 年生ぐらいの時から、あるきっかけがあって、その時からの目標がもうずっと有名になるっていうか、画面の向こう側の人になることがずっと夢で、すごい殴りそうな雑誌の向こう側の人、テレビの向こう側の人で、今やったらスマホ画面の向こうの人っていう、ほんまなんか当時見てたテレビの中の人たちになりたかった。うちは憧れの人とかをずっと追っとったらなんか自然にそうなっていくよなみたいな、なんかそんな感覚だったんで、今の職業 YouTuber は流れでなったこの質問者さんの感じで言うと、何をしたいとかどういう職業に就きたいっていう考え方をするよりかは、将来遠い先自分がどういう風になってたいか、どういうステージで活躍しとって、でどういう生活を送りたいかとか、ゴールみたいな、一つのゴールみたいなのを考えて、それに向かってハンバーガーが向かっていくよみたいなその途中でこういう職業になったりこっち行ってとかはあると思うけど、結局こう向かっていってるみたいな、ここがブレてなければなんかどんな職業やってもいいんじゃないかなってうちは思う。もえりん最近痩せましたか？私はもえりんと身長が同じなので、もえりんみたいになりたいです。嬉しい。実はね、ほぼ1年前に比べると約8キロ痩せました。頑張った。ハンバーガーごちそうさまでした。ポテト食べ終わりました。ごちそうさまです。これでマックは終わり。じゃん。ほうれん草のバターソテーみたいなやつ。はい、いただきます。
安定に美味しい。モイリンさんなら好きな人へどうアプローチしますか？言います普通に言います。なんかあんまり駆け引きとかめんどくさいタイプなので、 LINE のなんか送るタイミングをちょっと遅らせてみたりとか、なんかそういうのがあんまちょっとできんタイプ、苦手なタイプ。もうオラーみたいな道場破りみたいな感じで、オラーみたいな感じで好きですみたいな誰かと付き合ったり誰かと結婚することってさ、うちはまだできへんと思ってしまうんですよね。アボカドサラダが来たよ。来ました。こんな感じの、すごい匂いする。はい、いただきます。めっちゃ美味しい。初恋の相手の特徴は、特徴か、すっごい目の細い人でした。初恋に関しては割と誰よりも初恋の思い出を大切に持ってる自信はある。ちゃんと好きやったから。そうで、聞いてほしい。これほんまになんちゅうドラマやっていう胸キュンエピソードがあって、これ中学生の時の話ですよ。それまではもうちっちゃい頃から仲良かったから、ずっとその人のことあだ名で呼んでたんですよ。でも中学校になって、で先輩やからもうそのあだ名が呼べへんくなって、今までふっくんってずっと呼んどったけど、中学校になってちゃんと名字で先輩って言うようになって、でそっからなんか高校の時は学校が違ったから、今まで通り言っていいんかなとかって思いつつも、なんか謎の気まずさがあったから先輩って言っとった恥ずかしい。はい、餃子や。餃子です。何回食べても美味しいわ。痩せろって言ってください。痩せろコールします。痩せろカルマとはちょくちょく会うの？合わない。たまに会うからこそ楽しいみたいなさ、なんかそういうのってない？月にUberってどれくらい頼みますか？はい、出ました。じゃん、37,480円です。YouTuber になったきっかけは、はい、最後のスターバックスが届きました。これはね、ちゃんと話すと結構偶然的で運命的で、いろんな人の思いとタイミングがなんか重なった結果っていう感じなんですけど、4年前ぐらいかにゲームの攻略サイトの記事を書くライターとしてアルバイトに面接に行きました。その面接の時に私は何を言ったかというと、攻略ライターの面接に来てるのに私は YouTube をやりたいですって言ったんですよ。マジで社会不適合者ですよね。言ったもんだって。面接の時に私社会不適合者ですって面接の時に言いました。で、私のキャラをいいなと思ってくださった方が、じゃあやろうっていう風になったのが、大まかな流れなんですけど、なんでね、私がそんな面接でね YouTube やりたいですって言ったかというと、その時期からちゃんと私 YouTube を見始めて、でその時に見てたのがキヨさんと東海オンエアさんの2組で、なんでこの方たちはなんでこんなに楽しくゲームをされてるんだろう、なんでこんな生き生きと動画を撮られてるんだろうみたいなことを思って、当時全然 YouTube に興味なんてなかったのに、すごい楽しそうに動画を作ってる人たちがめちゃくちゃうちにとってはキラキラして見えたっていうか、もうほんまに衝撃的だったんですよ。だからその面接でもう空気も読まず、私は YouTube をやりたいですって言ったっていう感じになるから、だからもしかしたらその当時動画を見てなかったら別の方法で自分の夢を叶える選択をしてたかもしれへんし、でもそれがないとこうやって今なんか見てくれてる人たちに向けて動画を出してるっていうこともなかったと思うから、きっかけっていうのを思い出すともうそこになってくるかなって思います。はい、そしたら石窯いただきます。うんこ後悔した恋ってありますか？ない。好きな人にはもう好きって伝えるし、何考えとるかようわからん人はもうようわからんし、さっぱりしたい、いろいろめんどくさいこと考えたくない、もうパシッパシッパシッ、スタンプはい押します、はいよくできましたみたいな、そういう恋愛観です。やっぱ恋愛系がねすごいやっぱ多いな。なんかそういう動画作りたいかもね。なんか自分のそのなんか恋愛の話とかするのすごい苦手やねんけど、みんなの恋愛の相談とかも乗りたいし、なんかうちの恋愛観が歪んだ
か高校生の時の話とか何年も付き合った人の話とか、なんかそういう動画も面白そう。人間関係にとても疲れています。でも一人になるのはとても怖いです。どうしたらいいですか？人間は一人です。一人になるのはとても怖いです。でも一人ですうちの経験上、人間関係の悩み大体意外とどうでもいい説。ごめん、こんなこと言ってほんまに風花さんが疲れとるのはすごくわかる。うちもね、人間関係すっごい悩んでた時期めっちゃあった。そう、でも今思い返すと結構どうでもいいことで悩んどったなって後から気づくことが多くって、家族、なんかそういう切っても切れへんようなところは結構ね、難しい話やと思うんですけど、なんか大抵の人間関係って切れると思うねよね。ごめん、すごいドライなこと言っとるかもしれへん。でもなんか変にそんなもうぐるぐる悩んでどうしようもないことで自分をすり減らすぐらいやったらもう一人になっちゃった方が楽なんじゃないかなっていうのがうちの考え。はい、というわけでごちそうさまでした。すごいたくさんのカロリーを吸収したけど、でもみんなからの質問でたくさんのカロリーを消費していい感じにカロリーがプラマイゼロになりましたはい、というわけで次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。